軟骨すごい柔らかいんですよ。鶏油なんでくどくないんですよ。もう全部食べきれる。甘だれ。これタレが少しいいんですよ。一旦火にかけることで肉が戻るんですよ、柔らかく。こういう感じ。年50種類以上。正確に言えば100種類ぐらいな。油はサルタンドが冷やしだから。生で食べるエビです。インスタ映えするっていうやつ。カラフルなトリュフオイル。こういう感じです。醤油ベースなんですけど、味の決め手はトリュフオイル。松茸のエキスが入ってるんですか？入ってます。これはもうキノコに多少。牛タンも圧力鍋で入れるんです。大盛り自動サービスで。いらっしゃいませ。赤身の部分と脂身のところ。魚介ベース優しい味ですね。こっちは鶏の首殻だけですよ。スープは仕込み何時間ぐらいかかるんですか？それ以上やっても旨味が逃げちゃう。長くやればいいってもんじゃない。こっちは魚介系、煮干し、鰹節、昆布やら牡蠣が入ってるんですよね。いつもこういうような状態じゃなくて今炊き出してると。ラーメンの開発はされてるんですか？メニューの。そうですね。キャリアが長いんで、前の店からもずっと夏は冷やし中華、冬は味噌ラーメン、YouTube でいろいろ見てる。写真、絵を見るだけでも参考になりますね。今でもラーメンもいろんな種類のものが増えましてね。町中華はあったけど、本当昔はね、ラーメン専門店ってあんまりなかった。混ぜそばの麺は平打ちですよ。麺の茹で時間はこれはだいたい3分から4分ぐらいのやつ。これはつけ麺用というか混ぜそば用の平打ちの太めなんで、もう片方のラーメン用の細麺は1分以内ですね。油はサルタンドが冷やしだから動物系じゃなくて固まっちゃうんで。生で食べるエビです。インスタ映えするっていうやつ。カラフルな。それを意識しながらメニュー開発されたんですか？いや、まあこれはたまたまカラフルでトリュフオイル。こういう感じです。はい、どうもお待たせしました。冷やしつけ麺のおすすめポイントっていうのは？醤油ベースなんですけど、味の決め手はトリュフオイルなんですよ。香り高いトリュフって何に入れても美味しいんで、冷やし中華は逆にエビ油が決め手なんです。エビ油とあとみょうががね、すごいベストなんです。軟骨ってコリコリしてるイメージあるでしょ。そうじゃないんですよ。トロトロ。軟骨ね、圧力鍋で煮るからすごい柔らかいんですよ。結構油使いますよ。でも油って言っても豚とかじゃなくて鶏油なんでくどくないんですよ。もう全部食べきれるっていうかね。鶏の油バターご飯出してる店もあるけど、でもいいやつじゃない。名古屋コーチンの比内地鶏の油とか使ってればみんな喜んでお客さんお金出して食べると思います。でここでこう油でなじませる感じで両面こうして甘だれ。これタレが少しいいんですよ。あんまりやるとね、もうしょっぱくないけど油が大事。一旦火にかけることで肉が戻るんですよ、柔らかく。なるほど。これは絶対必要。これないと全然。こういう感じ。はい、すみません。
インフルエンザが収束した今月の10日から卵かけご飯が復活するんですよ。その卵をマッカランって言うんですよ。普通の卵だったらやるつもりなかったわけですよ。美味しい卵だから卵かけご飯出しちゃうんですよ。卵かけご飯が人気、それが休止状態になってるんで軟骨丼が出たと。普通のお店だとチャーシュー丼が多いですけど、なぜ軟骨にしたんですか？むしろ軟骨の方が美味しいと思ったから。まあ軟骨はたまたま扱いやすかったんですけど、例えば豚の頭とかも美味しいんですよね。はいあれチャーシューするの難しいんだよね。あ扱いがね、形がほらあるんで、豚のハラミの美味しいんですよ。こんな細く長くて、これをどうやってカットして出すべきかって言ったら難しいんです。ネタクレも大事なんで。あ、どうもいらっしゃいませ。久しぶりだね。はい。はい、安いです。松茸のエキスが入ってるんですか？入ってます。おそうちょっとこれは企業秘密なんだけど、隠し味も入ってます。大概のラーメンって限定も含めて無課長なんだけど、これは課長が入ってますね。でもそっちの方が美味しいから、松茸自体にそんなに味って出ないんで、このラーメンに限ってはね。あとも全部冷やし混ぜましても化学調味料一切入ってる。これはもうキノコの出しこれ牛タン限定のラーメンは通常のラーメンと違ってチャーシューの代わりに違うものを入れることが多いんですよ。牛タンも圧力鍋で入れるんで、さっきの軟骨と一緒で大盛りサービスで、そうそう、自動サービス。自動サービス。いらっしゃいませ。はい、どうもお待たせしました。はい、どうもお待たせしました。チャーシューを特製ラーメンっていう3枚なんですけど、ちょっと赤身の部分と脂身のところとこうバランスよく同じ部位じゃなくて3つあるんで、まあ、こうちょっとここに切りされる少しチャーシューだれに漬け込んで、卵も赤身あんまりやりすぎてほしい。これが大盛りだと 120×2 なんで240玉、通常だと何グラムですか160ですね。麺は2種類。そうです。たまに違うやつも入ってきますが、基本はほぼ2種類です。どうもありがとうございます。完成です。はい、どうもお待たせしました。普通のやつの特徴でいうと何ですか？魚介ベースなんですけど、化学調味料を使わなくても最後までスープが飲みきれる優しい味ですね。今のラーメンに化学調味料入れるとくどくて食えなくなっちゃう。もう十分出汁が出てると思って、やっぱり2日ぐらいつけるのがベストですね。味玉なんか2日目より3日目の方が黄身がトロトロに固まって美味しいです。いらっしゃいませ。塩がこれはもう完全に低加水、スープがうまく吸ってくれるようなスープが一番主役なんで。ありがとうございました。あ、どうも。すみません、恐れ入ります。はい、どうも、ありがとうございます。どうも。
さんネギ好きだから少しネギを多めにしたい。常連さんの特徴もすべて。そう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 、うん、どうもありがとうございました。いらっしゃいませ。すみません、まず最初つけ麺ですね。ありがとうございます。つけ麺最初ね、ごめんなさい。お店の特徴一言で言えば、毎日と言われるんですが、いつ食べても飽きない、化学調味料使ってないんで、優しい味ですし、ラーメンに関して言えばもうスープまで飲み切れる。あとは期間限定1年間、そして定番と限定ラーメンの日本の箸がうちの特徴です。おすすめだと何になりますか？最初はまず普通の特製ラーメンでいいと思います。味玉も真っ赤になるんで、味玉の価値が全然違う。100円で出したら安い方だと思うんです。9割方特製ラーメンが多いです。一元さんは最初ラーメンでもいいんですけど、2度目3度目に限定食べてもらうと、はい、うちの良さが分かる。一度じゃなくて2度3度来てみて初めてその良さが分かる。定番同等以上の限定を出しているので、限定ばっかり食べれるので、定番のラーメンまで気づかないお客さん大半います。でも1週間前のし来るとしても、その毎週ほとんど買ってますからね、メニューがね。それこそ年50種類以上買ってます。もっと言うと正確に言えば100種類ぐらいあるかもしれない。細かく言っちゃうじゃないですか。アサリの限定もあれば、ハマグリの限定もある、シジミもある、いろんな珍しい聞いたことない大溝貝とか潮吹き貝とか、年内中に予定してるのはうなぎの骨で出汁を取ったらうなぎのラーメン。一番人気は結構レギュラーのつけ麺よりも期間限定でやる梅塩つけ麺とかカレーつけ麺ってあるんですよ、はい、それが一番好きってお客さん。カレーつけ麺始まると LINE とかねメール送ってお客さん食べに来る人います。梅塩つけ麺もそうだしね、普通のやつも食べてくれればいいんですけど、裏メニューの定番もあるんで、そのトムヤムクングリーンカレーと、あと岩のりつけ麺っていうのもリピート率高いです。海苔の佃煮、はい、あれで返しにするわけで、あと海苔を岩のりとかがどっさり乗っかって海苔尽くしのサンマも前やったことなんだけど、今サンマすごい高い。毎日豊洲に入ってくる魚をチェックして、サンマのラーメン専門の店ありますよ。サンマの油を使うんですよ。仕入れ値ってもうだいぶ上がりましたか？もう上がった上がった。でも一番何が上がったかって言ったら、煮干しが一番上がってます。有名なね、歌舞伎町のなぎさんもそうなんで、煮干しのラーメンじゃなくて、はい、なんか変わるらしいですよ。こっちなんか別にほら、イワシにこだわってなくて、煮干しは煮干しでもアジとかサバ、そっちの方はそんなにそこまで上がってない。イワシが上がってるんですよね。ラーメン作られた時は何からベースで、スープから考えて、そうですね、そう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 、もちろんそうです。主役はスープで、かといって麺が脇役ってわけでもないですけど、はい、そのラーメンのスープに合わせて麺を選ぶように。やっぱりラーメンが一番好きなんですか？そうですね。渋谷に気楽っていう、ね、はい、あれ食べた時に好きになります。それまでラーメン好きじゃなかった。行列できる店とか一緒に仲間とさ、はい、食べ行ったりとかしたこともあったけど、でもそこの気楽のラーメン食べた時に美味しいと思って、そこがきっかけですね。そこでラーメン食ってラーメンやってないかもしれない。我々みたいな個人でさ、そうずっと何十年もやってる人もそうね、ラーメンの味は全部その店に違うじゃないですか。自分のさじ加減で味がどんどん変わってしまうから、作る人によっても全部味が違うので、そこが魅力ですね。やりがいがあるところ。貸し切りで宴会やるんですよ。飲み物全部ね、持ち込み OK。刺身から何でも出します。ラーメンのスープで作るおでんが美味しいです。夏はね、冷やしおでんもできるんですよ。もっと美味しいなんで、鍋、寄せ鍋とかね、ちゃんこ鍋とラーメンのスープでやったらすごい美味しい。宴会料理の定番はおでんと鍋。崩壊歴史古いんですよ。2代目がやってカンニング竹山のマスターそっくり蒲田では一番好き。餃子と肉団子とカレー飯とかね。大田区は町中華は強い。町中華個人店ってなかなか都心で出すの難しいから、雑式だったら大マス町中華、そこはでも担々麺、ニュータンタンって分かります？分かります。卵と安いんですよ。美味しいしね。北海園と雑式の大マス、それはもう僕がもうお気に入りです。でもっと一番お気に入りは平和島の稽古。それも中華ですか？そう、中華競艇場の近く、そこのラーメンとチャーハンが一番好き。醤油ラーメン、ラーメン専門店の味に負けないぐらい煮干しが効いてる。チャーハン入ってるチャーシューがしっかり味がついて、このチャーシューが当たるといい塩梅になるんです。東十条か十条どっちかにある三々とっていうと、レアチャーシューで美味しい。あそこのチャーシューはもう別ラーメンというやつで、あれをつまみにね、酒飲みたいね。そういう名店で、第一海沿いにうなぎ屋さんがあって、そこのマスターが常連なんですよ。精味さんっていうの、はみ出しうなぎっていうのが有名で、丼がはみ出してるんです。テレビ出てますよ。いつも同じのこれ食べたことあるんで、はい、違うチャーシューを作ってあげる。おお、なるほど。同じ鴨でも違う。この鴨と違うでしょ。違いますね。そうそうそう。一人でも来てもらおうと思えば、定点超えたら人を雇う。一人でできるうちは一人でやる。このお店はどれぐらいなんですか？2014年3月。来年の3月で10年です。トータルでいうと男性よりも女性の方が多い。でもラーメン屋ってほとんど100の割合でいうと男性と女性客でいうと1対9です。